実際のアンプにリターン接続して、はい、どうも始まりました。今回はですね、Zoom の MS80IR プラス、こちらについてやっていきたいなと思います。はい、ドン！未開封なんですよね。最近ですね、ライムトンオーディオ新製品の開発めちゃめちゃたくさん並行で走ってて、いつもだったらこの動画撮る前に音出しして、こんな感じかとかいろいろこうイメージしてやるんですけども、今回はなんとガチで未開封。これをですね、皆さんと一緒にこんな機能なんだっていうのをですね、ちょっと体感しながらやるみたいなスタイルでやっていこうかなと思ってます。この MS80IR プラス、どういうエフェクターかというとですね、中に23種類のアンプと IR、こういう空間で鳴ってるよねみたいな情報、データがですね入っていて、アンプシミュレーターなんですよ。そしてさらにヘッドホン出力にも対応してるんです。これ熱いですよね。1万円台で買えるのに家でね練習できる。じゃーん、こんな感じになってます。めっちゃかっこいいですね。まずはつなぎ方。今回はギターをここに直接挿しましたけれども、エフェクターを使っている場合はエフェクターたちの後、一番最後につなぎます。そしてね、さっき言ったここにヘッドフォン出力ありますよね。ヘッドフォンもそのままさせちゃう。今回はオーディオインターフェースに入力するので LINE のケーブルを挿します。はい、起動しました。一つ目はいきなりツインリバーブ風の FD ツイン R っていうのがいますね。この音 LINE です。この Zoom マルチストンプシリーズってマルチレイヤー IR っていう技術が使われていて、弱くピッキングした時のタッチのアンプの鳴り方と強く弾いた時のアンプの鳴り方って、アンプから出てくる音の雰囲気、アタック感みたいなのが結構違うんですよ。それをデジタル技術で別の IR っていうかな、ピッキングに対したアンプの反応を複数レイヤーの中で持ってて、タッチによって切り替えてくれるんですよ。弱く弾くとこう優しい音が出るんだけれども、強めに弾くと実際のアンプの強弱感みたいなのが、もうどの音も複数レイヤーあるので、ここがねリアルな音がするポイントですね。マーシャル MS1959。なんかすごいマーシャル感のジャギッとしたとこ出てますね。レクチデュアル。これちょっとハムつなぎたいですね。うわ、めっちゃかっこいい。これさっきのマーシャルだとこれもやっぱ買うのかな。わーお。こういう感じで家にアンプがなくてもいろんなアンプの音を試せるよっていうのがこのエフェクターなんですね。この前にもちろんね、自分のエフェクターとかを置いて、その後のアンプがここっていう感じになります。これちなみにヘッドホンでも同じ音するのかな。これ皆さんからするとちょっとヘッドホンなんて音聞こえないと思うんですけども、僕のガチリアクションで判断いただくという感じで、どうだ？全く一緒じゃないけどめっちゃいい。こっちの方がむしろいいかもぐらい。ヘッドホンのあれもあるか、中低域しっかり出るから、ちょっとそれで違ったのかもしれないですけども、じゃあ今度手前にエフェクターなんかつないでみましょうか。はい、ジャッカルつないでみました。マーシャル結構歪んでるんですけど、さっきの MS1959 にそのまま一旦ぶっ込んでみました。どうかな？めっちゃかっこいい音しとるかな。アンプの種類は全部で23種類あるそうです。このマルチストンプの使い方がそもそもわからないっていう方は、こちらの動画でめちゃめちゃわかりやすく説明させていただいておりますので、使い方についてはこちらを見ていただければと思います。今アンプはマッチ30ってね、マッチレスのアンプ選んでみました。いつもねここで使ってるのと同じメーカーのやつですね。ここで左にスクロールするとウッディスタジオっていう響き、ピアノ響きがデフォルトで設定されてます。自然な、響きっていうかなんか普通な感じですよね。自然な。ここでこっちライブラリーのモードに入ると、ここでね上下にこう選択できるんですね。ライブミュージッククラブ。
反響音って感じですよね。自然なコンサートホール。なるほどね。これらの響きって、リバーブのエフェクターはじゃあいらないんですかみたいな感じでご質問いただくこともあるんですけども、それとはまた別で、この手前にあるエフェクターのところでのディレイとかリバーブってあくまで空間系エフェクトみたいな、そういうのをこうかけてアンプで鳴らすじゃないですか。で、そのアンプからリバーブ音になりますよね。で、そのアンプがどの部屋で鳴ってるかなんですよ、ここは。なので、リバーブのエフェクター繋いでて全然いいです。それがどういう環境で鳴ってるかっていうところがここなので、ここでホール感足りねえな、みたいな感じでアンビエントとか増やせるんですよ。増やせますよ。リバーブだ、みたいな。っていう考え方でやるよりも、ここはあくまで部屋なんで、そういう解釈で使ってもらった方がいいかなと思います。さらにですね、ここに最終調整系のエフェクトも追加できるんですね。ここでちょっと1個追加してみますね。MS50G でもおなじみ、ノイズリダクション。最終段階でノイズを取ったりだとか、イコライザー系ですね。あとディレイ。例えばテープエコーとかをね、かけると。これについてはこの MS80IR のアンプで歪ませてる場合、ディレイってどこでかけたらいいんだろう、歪みの前になっちゃうみたいなことになるので、そういう時にはここでディレイを足せるっていう機能ですね。もちろんこのディレイはここでね、オンオフできるので、こんな感じでエフェクター感覚でオンオフできます。この MS80IR には独自の機能があって、メニューを押した2つ目 R アウトポジションっていうのが選べるんですよ。ここでエンターを押すと、ここ左のこの L から出すのと下に行く R から出すのを、ここをくるくる回すことによってこの R をどっから出すかが選べるんですよ。例えばこれだったらプリアンプは通ってるけどキャビネットシミュレーターは通らないっていう位置なんですよ。そこから出力できる。一番右だともう入力の音をスルーで R から出すんですよ。こうすることによって L からは PA の卓にこのシミュレーターで作った音を送って会場に出して、自分の後ろのギターアンプには R からつなぐと、このエフェクターの音がそのままいつも通りアンプに行くんですよ。これすごいっすよね。めちゃめちゃ使えると思います。あとはライブ用の音源を作る時用に R から出したのは自分のねコンピューターに録音しておいて、アンプの音作りみたいなのを後から調節できるように素の音とかエフェクターボードを通っただけの音を取っておくっていうこともできます。では最後にですね、皆さんがおそらく気になっているであろう実際のアンプにリターン接続して、これをプリアンプとして使ったらどうなるのかっていうのをやってみましょうか。リターン差しについてちょっとよくわからないという方は、こちらの動画の前半部分での僕の説明が結構わかりやすく説明できていると思うので、そちらを見てみてください。じゃあ早速繋いでみようと思います。で、どうしようかな。こちらの L から出すとキャビネットシミュレーターの音も一緒にかかって出てくるんですよね。先ほどの R アウトポジションをここキャビネットの前にしておくとプリアンプだけ使えますよね。 L と R 両方やってみましょうか。まず一旦 L から出します。今回 JC でやるんですけども、注意点は JC のリターン差しってね、もうフルボリュームでボリューム全開で出てくるんで、ここでボリュームを一旦落としておかないと危ないです。メニューを押して左に行くとアウトプットボリュームっていうのがあって、ここでエンターを押すと全パッチの音量を下げれるので、ここ一旦0にします。この状態でリターンに接続して、ギターからも全部接続が終わった状態で JC をオンにします。ちなみに今回ギターの生音がねマイクに入らないようにこんな感じでセッティングをしております。いきますよ。上げてきます。あ、1でも結構でかいな。もうこれでいくか。この設定は記憶されるので、はい、抜けて大丈夫です。やっぱ響きちゃんと出てますね。このコンサートホールになってるからか。スタジオぐらいにしとく？なるほど。一旦 R から出しましょうか。こっちの方がいいのかな。一見こっちの方が良さそうにも聞こえるが、 JC の場合ちょっとジャキジャキしすぎるから、普通に僕こっちの L から挿すでいいかもしんないな。これでいってみます。アンプのタイプを変えてみましょうか。この UK30A とか良さそうですね。
3のキャビで鳴ってる感じは、確かにあるけれども、ここでね、いろんなサウンドキャラクターを、アンプのキャラクターを足元で変えれるっていうのがいいですね。なるほどね。いい感じになってきましたね。L と R のどっちから出すかは、好みで使い分けても良さそうですね。じゃあ最後にですね、プリセットをいろいろ漁っていて、かっこよかったこの29番のスパークル。これでいきましょうか。で、歪ませる。いかがでしたでしょうか、この MS80IR。他にもね、オーディオインターフェースとして使えたり、あとはスマホアプリからプリセットを呼び出したりとかもできますので、ぜひぜひそのあたり含めてチェックしてみていただければと思います。今回の動画良かったっていう方は高評価、そしてチャンネル登録お待ちしてます。よろしくお願いします。感想とか要望、質問もぜひコメント欄に気軽に書いてみてください。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。